こんにちは、キズナあかりです。前回はエルロンサーボを片方動かせたので、本日は HTX で飛行機を飛ばそう。第3回サーボの調整をお送りします。さて、早速コントローラーの電源を入れましょう。まず、サーボを動かしてみましょう。なお、飛行機は面倒だったので、サーボだけ持ってきました。受信機は本物の ELRS です。それでは、サーボを左に動かしてみましょう。おや、逆に動きますね。では、設定を変更してみましょう。前回のおさらいです。モデルを編集するには、右上のモデルボタンを押します。目的のモデルに米マークがついていることを確認します。サーボの設定はアウトプット図ページです。ページ右ボタンを押して、アウトプット図ページへ移動してください。エルロンのサーボは CH1 に接続していますので、CH1 をハイライトして決定します。エディットをハイライトして決定。ディレクションという項目があるので、ハイライトして決定すると、INV と表示され、サーボの動きが逆になります。早速動かしてみましょう。逆に動くようになりましたね。では次に、サーボの腕の位置を垂直にしましょう。これもサーボの設定なので、アウトプット図ページです。少し上に、サブトリムという項目がありますね。これをハイライトして決定。サーボの腕が垂直になるように数値を変えます。はい、いい感じですね。次は打角を調整してみましょう。打角というのは、ミックスの量と考えることができます。リターンボタンを押してページ選択へ戻り、ページ左ボタンを押して、ミックス図ページへ移動します。CH1 をハイライトして決定を長押し、エディットを選択します。ここに、ウェイトという項目がありますよね。これがミックス量です。今回はわかりやすいように、50% としてみます。試しにサーボを動かしてみましょう。確かに、動く量が減っていますよね。これで、打角の量を調整します。次は、いわゆる、エキスポを調整してみましょう。これはカーブ関連の設定なのですが、今回はインプット図ページで設定したいと思います。リターンボタンでページ選択画面へ戻り、ページ左ボタンでインプット図ページを表示します。インプットエルロンをハイライトして決定を長押し、エディットを選択します。下の方にカーブという項目があります。現在、すでにエキスポになっていますが、ここを選択すると他にも色々選べます。今回はエキスポでいいので、エキスポを選択します。そして、隣にある数字をハイライトして決定。数字をくるくるで変えて、隣で見えているカーブを変化させます。試しにサーボを動かしてみましょう。動画ではよくわからないですね。次に、そろそろ右エルロンも動かしてみましょう。右エルロンは CH5 につながっているものとします。もちろん、このままでは動きません。では、CH1 でやった時と同じように、CH5 にエルロンをミックスしてみましょう。なお、この後、実際に CH5 へ設定を行いますが、実は ELRS は CH5 が使えません。技術的理由は知りませんが、昔から使えません。すっかり忘れて CH5 で設定していますが、最後に隠れて CH6 へ設定を移しました。ELRS の受信機で CH5 のピンを使用したい場合、ピン5を CH6 にマップするなどして使用してください。では、続けます。リターンボタンを押してページ選択画面へ戻り、ミックス図ページへ移動。CH5 を選択してください。今回は2種類の方法を紹介します。まず1つ目、ソースの項目でインプットエルロンではなく CH1 を選択する方法です。こうすると CH1 のミックス結果が CH5 に流れてきます。
ミックス結果はアウトプット図ページより前工程なので、アウトプット図ページの設定の影響は受けません。この方法は単純で簡単です。利点としては、例えば CH1 の打角設定をするだけで、こちらも同じ動きになります。また、複雑なミックス設定をする場合、CH1 だけ設定すれば、こちらも同じように動きます。逆に欠点ですが、ミックス結果が CH1 と同じになってしまうことです。具体的に言うと、デファレンシャル設定の時に困ります。もう一つの設定方法は、CH5 にもインプットエルロンをミックスする方法です。ソースでインプットエルロンを選択します。映像が誤ってハードウェアエルロンを選択しています。後でこっそり直しましたが、皆さんはしっかりインプットエルロンを選択してください。この設定の場合、CH5 でも打角設定が必要です。ウェイトを 50% に下げましょう。では、サーボが動くか見てみましょう。動きましたね。では、リターンボタンで戻ります。さて、次は、デファレンシャルの設定の話です。これを実行するのは未経験者ではないと思いますので、場所だけ説明します。ミックス図ページの各 CH、カーブのところに diff というのがあります。表示が違う場合は、決定してくるくるで変更してください。ここの数値を変えるとデファレンシャルが変わります。さて、今 diff 以外にエキスポとかもありましたよね。これがまさに HTX の沼です。さて、最後にサブトリムモードの説明をします。場所はアウトプット図ページの各 CH 設定の下の方です。現在デルタモードになっています。切り替えるとシンメトリックモードになります。何が違うのか映像でお見せします。現在、このサーボはデルタモードとシンメトリックモードの違いがわかりやすいよう、サブトリムを強く入れてあります。打角は先ほどの設定の通り 50% です。サーボを左右に動かしてみましょう。どうですか？わかりますか？サーボの打角が左右で違いますよね。これがデルタモードです。今度はシンメトリックモードにしてみましょう。同じようにサーボを左右に動かしてみます。今度は左右同じに動きますよね。これがシンメトリックモードです。さて、私が説明した方法で打角調整を行った場合、デルタモードだと左右で切れ角が違ってしまいます。なので、必ずシンメトリックモードに変更する必要があります。日本製の送信機のサブトリムは一般的にデルタモードらしいです。デルタモード前提で調整する方法もあるのですが、HTX では一般的ではないため、説明は省きます。あと、もう一つ。HTX では、サーボの打角が 100% を超えません。どんなにミックスをしても 100% で止まるので、安心して設定を行ってください。100% を超えたい場合、専用の設定でリミッターを解除する必要があります。順番が変わってしまいましたが、次回は HTX で受信機とバインドをお送りする予定です。次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃ、またね。